ピニャラマシュです。ということで今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。ネクロマンサーを使ってみようということでやっていきたいと思います。はい、ということで、ネクロマンサーにちょっと触っていきたいんですけど、昨日の動画でね、一緒に攻略サイト見ながら環境調査みたいな感じで投稿したんですけど、テラ博士とかジェシーとか、スーパーレアのサモナーキャラの中でも、ネクロマンサーちょっと使われてる印象を持ちました。なので、スーパーレアの中でいくとね、サモナーでいくと3番目くらいには使われてそうですね。テイルス、B、そしてネクロマンサー。大体この3つがちょっと人気っぽいので、ちょっとネクロマンサーをね、今触ってみている次第でございます。ということで、この動画ではね、ネクロマンサーを触っていきながら、その強さに迫っていくと、何か見つけれたらなと思っているので、そんな感じでね、ゆるっとやっていければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクブス動画投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回は2試合ね、スパイクと、そしてソニック、こっちでもね、遊んでいければと思います。まずスパイク編成の方は、後ろ側にネクロマンサー持ってきました。基本はね、サブキャラとして試合中に取ってあげればいい立ち位置だと思うので、まずは素直にそんな感じで使っていこうと思います。他はね、テイルスとか、レア体の方で火力出していければなと思いますが、序盤はちょっと足早めの編成でね、組んでみました。ちゃんとメイビス取らないとコインが回らなそうなので、そこだけ注意してあげてっていうところでやっていきましょう。さあ、1試合目、ピニアットパーティー行きました。やっていきましょう。で、ネクロマンサーを使ってね、何試合かやってみたんだけど、なんていうの、正直、可もなく不可もなくというか、火力役として入れるなら、全然ありだよねっていうところで、可もなく不可もなくっていうところですね。ネクロマンサーがいるから、めちゃめちゃ変わったり、特別強くなったりとかはね、めちゃめちゃな変化はね、感じられなかった。やっぱりそれよりもちゃんとね、立ち回りどうするかっていう意識とかね、試合ちゃんとリードしてるかとか、そっちの方が大きかったんだけど、でもネクロマンサー入れててよかったなって思うこととしては、多分ね、ロアキンとかのやっぱね、そう単体攻撃でね、ババキンとかのそのメガパンチをもろに食らってしまったりっていうところあるんだけど、あとソニックとかが、単体攻撃のキャラに関しては、ちょっとでもターゲット取ってくれたりしてるのかなと思うと、いいのかなと、そのスケルトンがね。スケルトンがちょっとでもターゲットを取ってくれるってことを考えたらいいんじゃないかなとは思いましたね。着衣とかね、そのスパイクとかの範囲攻撃だよね。近距離で食らったりしてしまうと、着衣とかの X スナイプもね、結局もろにダメージ入るので、そういったところさえ気をつけていけば、ちょっとね、いいんじゃないかなとは思いました。他のところでいくと、スケルトンがコインに変わるとかはね、そうビビたるもんですね。特に初期サブキャラに入れてない場合はね、終盤に3コインずつもらったところでそんなしょうがないので、そのスケルトンがコインに変わるっていうのは、ビビたるところ。でもメガポーションにそれがね、残り数枚のところにメガポーション的な感じでね、コインもらえたりするんだと、それはちょっとね、強いなって思ったりするんだけど、ビビたるさですね。さあ、これは痛い。オッケー、逃げていきましょう。一回逃げてみましょうか。サイクロンレーザーを外したんだったら逃げるが一番。鍵落ちたら熱いんだけど、しっかりとメイビスでね、コイン稼ぎしないと、この編成は渋いので頑張っております。で、ネクロマンサー言おうとしたんだけど忘れたな。いいポイント。そう、だから B を使うよりはいいんだよね。そう、思い出した。B を使うよりは、ネクロマンサーの方がいいなとは感じました。個人的にね。特にスパイクとかババキンかな。もしスパイクとかババキンで使うんだったら、あと、モーティスもなのかな。モーティスで使う分にも、B よりは今はね、ネクロマンサーの方がいい気がするね。そうやって盾役にもなってくれるし、正直 B ってあんま火力出してくんない？火力そんなに高くない割にちゃんとね、8を当てないといけないとか、なんていうの？サブキャラとしてのね、攻撃役を使うんだったら、そんな気はするね。さあ、これ押し切っていきましょう。押し切って、魚風乗られる。危ない。マジで。サイクロンレーザーは危ないです。はい、逃げていきましょう。さあ、とにかく、ちょっと耐えてはいるんでね。オッケー。許しましょうか。で、ラフス大佐がいるんで、その辺でしっかりと、編成強化していければと思いますが、まずはダイナマイク取るね。まずはダイナマイク取って、基本的には戦わない雰囲気でもいいと思いますが、どっかが喧嘩したらっていう時のために備えておきましょう。危ない。これも。ちょっと1、2キル取りたいな。さあ、ネクロマンサー取ったんで、こっから、でも仕掛けていきたいよね。ネクロマンサーがいるってことがね、今回は大事なんで仕掛けていきたいですが、スケルトンいるね。スケルトン一番前に出てるでしょ。スケルトン一番前に出てると、盾役としては使えるんじゃないでしょうか。でも、間違えた。ラフスメガにした。何やってんの？
でもね、スパイクと対決するときはね、そんなにやってくんないんでね。さあ、これ、ギョフノリ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 、なんかスパイクめっちゃ回復きた。スパイクのめっちゃ回復。いてて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 。いてててて。オッケー、スパイク。いや、ソニックには負けんぞ。ソニックには負けんぞ。オッケーオッケーオッケー、ソニックには負けんぞ。さあ、いいでしょう。いやー、スパイクからは逃げる。サボテンボムでね、一発逆転があるので、怖いから逃げてあげて、でも戦う。でも戦う。でも戦う。いいよ。さあ、ネクロマンサー。ネクロマンサーの強さですかこれは。ネクロマンサーなのちょっとサバキャラ分かりにくいね。まあ、映像だけでちょっと分かりにくい。まあ、スパイクのさ、サボテンボム強いから、まあ、そこで削ってる感はあるけど、まあ、でも何かしらのさ、こういうごちゃごちゃ、正直分かんないけど、そのごちゃごちゃしてる時に、スケルトンがちょっとでも耐えてくれて、盾役としてね、ターゲット取ってくれてるんだったら、非常に強いと思いませんか？特にね、戦車とか、そういった単体効果力のキャラのターゲットを取ってくれるって考えたら、B よりは強いかもね、みたいなところはあると思います。ということで、2試合目はソニック編成でやっていきましょう。ちょっとソニック編成もね、いろんな形試していて、今回はマックスとそしてレオンを入れています。で、コインストックでね、しっかりとコインを稼いでいくわけなんですけど、まあちょっとあえてネクロマンサー前に持ってこようと思います。初期サブクラの方に入れてみました。まあ普段はこのレオンとネクロマンサー場所逆転してあげればいいですね。ここがレオンがまあ普通基本でいいと思うんですけど、今回はちょっと動画ということでネクロマンサーを初期サブキャラに編成して遊んでいこうと思います。第2試合目、スパイ目鉱山やっていきましょう。スパイ目鉱山ちょっと真ん中取りに行きますか。さあ、こんな感じでネクロマンサーのスケルトンがね、コインに変わりました。まあこれがコインに変わったからといってね、まあめちゃめちゃコイン稼げるかって言われたらね、そうでもないけど、まあ、コインストックの足しくらいにはなるかもねっていうところですが。はい。まあで、ネクロマンサーをまあ使う理由としたら、そのさっき言ってたさ、その盾役、スケルトンが盾役になっていいかもねっていうのはあるんですけど、まあだったらバトルヒーラー入れるっていう人は多いですね。だったらバトルヒーラー入れた方が基本的には、まあ守備の面でいくとね、そりゃ強いです。まあ、なんだけど、まあ、ネクロマンサーの方が攻撃力はあるんでね、そこをどう取るかだよね。単体攻撃だけでも、ちょっとでもお気持ち程度の防衛策が欲しいんだったら、ネクロマンサーはいいかもしれないですね。ただ根本的にやっぱちゃんと守りを強化したい。編成を強化したいってなると、やっぱりバトルヒーラーの方がいいので、まあそこをどう取るかです。ちょっとでも守りを固く、そして攻撃もちゃんとしてくれるんだったら、やっぱネクロマンサーですね。っていうところで、はい、見ていただければと思います。まあ特にソニックとかはね、好き嫌いは分かれると思うんですけど、まあ、ネクロマンサーもやっぱね、優秀ですね。バトルヒーラーの分攻撃力落ちるんで、ソニックいや、なんかすげえババキングで OK。はい。っていうところでね、だったら、攻撃力高いっていう、まあ、ポーションとね、バフが乗るわけですから、痛いさ、こうやってね、結局、バトルヒーラーとかいなくても、こう、ちょっと小づいて逃げるみたいな。もう、ソニックの足の速さで、ちょっと攻撃して、敵1、2キルして逃げるみたいな。鍵だけ奪って逃げるみたいな。なんかそういった立ち回りをやっぱ真白はするというか、まあ、ソニックってね、そう、ちょっと叩いて逃げるみたいな。ちょっと叩いて逃げる。アチャクイと真正面からやり合うと負けるから、ちょっと叩いて逃げるみたいな。そういったのをね、心がけているんだったら、まあなんていうの、バトルヒーラーみたいなね、体力の高さがなくても、成り立つと思うんでね。そういった意味で言うとね、やっぱネクロマンサー優秀ですね。だからちょっと攻撃に寄せたみたいな。だから B とかよりはやっぱね、使われるというか、B よりもこっちの方がいいなって思ったのは、そういったところもありますね。さあ、これは痛いよ。お互いにね、ソニックさんに申し訳ない。今のは真白が突っ込んだね。申し訳ないです。はい、っていうところで、まあ、その B よりも、まあ、こっちの方がね、サブキャラとしてスケルトンにしっかりと火力乗せてくれるんでね、良かったりはするんじゃないでしょうかってところで、まあ、選択肢としてはね、ありだよってことはね、まあ、言えると思います。特にソニックね、まあ、ババキンだとちょっとね、バランス崩れるというか、まあ、ババキンだったらオプティマス入れた方がいいんでね。ババキンだったらオプティマス入れた方が多分強いと思うんで、そこはありますが、さあ、しっかりとコイン稼いで、まあ、ソールドアウトは見えてきましたね。あとはレオンか。レオンテイルスちゃんと取っていきましょう。そこは取らないと最終的な総合火力出せませんからね。さあ、この辺しっかりと畑取っていきましょうか。真ん中の鉱山はちょっと渡したとしても、畑の方を渡しちゃダメですね。さあ、ここ復活させて、キルしていきましょう。さあ、ポーションも取りながら、スーパーソニックの使いどころね。さあ、ここでしっかりと、テイルス取って、あとは、これで、ソルダート。さあ、ポーション持って攻めていきましょう。ポーション持って、ポーション取った。うりゃ、スーパーソニック。さあ、ソニック。いや、これはちょっと弱ってるアチャクイだけど、どうですかこの火力。弱ってるアチャクイだけど結構火力出せたんじゃないの。さあ、これで、ソニック対決になった。ソニック対決になって 200M 差っていうところで、まあ、最後スパイ目鉱山取りたいけど、さあ、これソニック対決。どっちが火力高いどっちが火力高い。さあ、こっち倒してるよ。さあ、レオン取り直して。いや、いい戦いしてる。さあ、スーパーソニックがない。さあ、こっちの方がでも削れてんじゃないの。こっちの方が
こっちの方が削れてんじゃないのソニックくん。ソニック、いや、お互いに削ってる、お互いに。いや、これは、落ち着いてこっち取る。落ち着いてこっち取る。もう、戦っても泥試合なんで、落ち着いてスパイム鉱山取って逃げます。オッケー。まあ、最後ポコ消されてたか。最後ポコが倒されてたんで、お互いに泥沼試合っていうところだったんだけど、まあ、最後ね、スパイム鉱山をちゃんと取った方がいいっていうのを起点聞かせてね、勝つことができました。まあ、渋いね。まあ、ああいう場面を見てしまうと、ネクロマンサーの火力だから耐久できたという捉え方もできれば、いや、バトルヒーラーの方が良くないですかっていう意見もね、もちろんあると思う。多分ね、バトルヒーラー持ってたら、ちゃんとね、耐久勝負勝ってたと思う。まあ、宝箱の引く回数を考えると、バトルヒーラーだとあと2回プラスで引かないといけないってことを考えると、まあ、ちょっとギリギリだよねっていうところもあったりするので、まあ、そこをどう取るかっていうところですね。はい、ということで今回はネクロマンサー見ていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、一旦の結論というか、今の環境だと、まあ、別に使ってあげてもいいよねくらいではあると思います。まあ、飛び切り強いかって言われると、別にそういうこともないけど、まあ、飛び切り弱いかっていうとね、そういうわけでもないっていう、まあ、ほんとね、中間くらいの選択肢っていうところではあると思います。で、まあ、ネクロマンサーはやっぱサモナーなのでね、そのスケルトンを召喚して、ちょっとした前衛でありながら、ちょっとした火力も出してあげるっていう、やっぱサモナーのいいところをね、持っているキャラクターではあります。だから前衛っていう意味で言うと、シンプルにバトルヒーラーで固くしてあげた方がいいっていうのはそうなんだけど、まあ、ちょっとでも火力が欲しいとか、反対効果力だけのオースケルトンがちょっとでも吸収してくれたらいいよねって、そう考えるんであれば、ネクロマンサーは選択肢に入ってくると思います。まあ、ヒーラーというかね、本職のバトルヒーラーと比べると、それは盾役としては劣るんだけど、まあ、サモナーの中で比較していくと、テイルス、ネクロマンサー、B、このあたりがやっぱ使われてるっていうのもあって、で、個人的にはやっぱテイルス、ネクロマンサー、ここが1個、まあ、飛び抜けているのかなとは思います。サモナーの中でね、スーパーレアの中のサモナーの中でいくと、テイルス、ネクロマンサーっていうのは意外とありな選択肢なのかなとは思いました。特にやっぱスケルトンとかにバフが乗せれるので、メガポーションだったりとか、あとはソニックのスーパーソニックですね。ああいったバフもしっかりと乗せてあげることによって、火力の部分は、まあ、ちゃんと出してくれてるのかなと思います。はい、ということで、まあ、今日はね、いい映像撮れたんじゃないでしょうか。最後のソニック対決も、ネクロマンサーの火力とかネクロマンサーのスケルトンによって、まあ、ちょっとギリギリ勝てたのかなとも思いつつ、でもあそこがバトルヒーラーだったらっていうね、はい、皆さんお好きな方を選んでいただいてというところで、まあ、いい味出してるキャラなのかなと思いました。っていうところで、まあ、ちょっと面白いですね。コイン3枚もらいたいっていうところが、時にはポーションにね、響いたりする可能性もありますから、まあ面白いキャラなのは間違いないので、割と使ってみるのも、まあ、楽しいんじゃないでしょうかということで、今回はこんな感じで終わりたいと思いますが、良ければ高評価、チャンネル登録で、ベータコードまでの応援よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。